にちは、スノーです。今回は Python の GUI アプリを簡単にエグゼ化しようということでやっていきたいと思います。今回ご紹介する方法を使えば、実行ファイルの形式で、他の人にプログラムを上げることができて、特に Python とか入れなくても実行できるというようなものになっています。いろんなやり方があるんですけど、代表的なのに、PyInstaller っていうものがあったりするんですけど、今回はこの、なんて読むんですかね、これ、ヌイタカなんですかね。ヌイタカで、エグゼ化していきたいと思います。それでは早速ですけれども、ソースコードの方を見ていきましょう。ソースコードこんな感じになってます。簡単なやつなんですけど、実行すると、このコマンドライン上で抜いたかテストっていう文字列が表示されるだけの、簡単なものになってます。このソースコードを、ID 上で、実行すると、よいしょ、見えますかね。実行すると、想定通り文字列が表示されて終わると。じゃあこれをエグゼ化していきたいと思います。で、エグゼ化するには、ピップリストもすでにインストールしてあるんですけど、ピップリストでお見せすると、この抜いたかっていうのをまずピップインストールで入れる必要があります。で、それを入れていただいたら、抜いたか、抜いたか、スタンドアローンでファイル名っていう形でエンターをポチッと押すと、これでエグゼ化し始めるというようなものになっています。これで今、この main.dist の中に main.exe っていうのが入ったので、それをちょっと見てみたいと思います。はい。じゃあ、main.dist の中を見てみると、こんな感じでいろんなファイルが生成されている中に、この main.exe っていうのが見つけられるかなと思います。じゃあこれ一回実行してみると、さっきのだと、コマンドラインに文字列がちょこっと出て消えちゃうので、コマンドから呼び出して消えないようにしましょうかね。じゃあこの main.exe を実行してみたいと思います。はい。実行するとこんな感じで文字列が表示されて終わりです。はい。エグゼ化するだけだと結構こんな感じで簡単にできます。他にもオプションがあって、例えばこの後ろのハイフンワンファイルってつけると、さっきのリストのフォルダじゃなくて一つのエグゼにまとめることができます。で、これを実行すると、さっきリストの中にいろんなファイルが入ってたと思うんですけど、それを一つの .exe にまとめて、それさえ移動させれば、他の環境でもその実行ファイルが使えるというようなものになっています。で、ただこれだけだと、コマンドプロンプトだけかとか面白みがないので、ちょっと GUI 見せていきたいと思います。はい、それでは、GUI でちょっと簡単なプログラムを作ってみたんで、それを使って GUI でアプリケーション化したいと思います。で、インポートするのが、今回 PySimpleGUI というもので、GUI を作って、それをエグゼ化したいと思います。ここは主題じゃないので、ささっといきますけれども、下の方で、メインが動くようになっていて、でメイン関数がこんな感じになってます。PySimpleGUI でここでレイアウトを決めて、ウィンドウを作って、無限ループになっていて、各種イベントが起こると、いろんな動作が起こりますよという処理にしています。この IDE 上から起動すると、起動して、ちょっとテストすると、何かしらのグラフが表示されて、デリートを押すと消えると。これだけのものになってます。実際に皆さん作るとなったら、下が切れてますね。こんな感じでグラフが
コロコロ変わるようなものにしてるんですけれども、他のもっと複雑なものを作って GUI のアプリにすると思うんですけど、簡単にこんなものが作れますよと。ただこれも Python が入っている環境じゃないと今のところ動かないので、これをエグゼ化したいと思います。実行した結果、うまくいくやつを用意してるんですけど、それぞれオプションについて紹介しますと、このスタンドアローンっていうのは一番最初にお見せしたディストフォルダがあれば動きますよっていう、オプションですね。で、ファイル名を指定してワンファイルとすると一つのエグゼにまとめてくれるというようなものになっています。で、私邪魔ですね。で、次がこの Enable Plugin イコール TK キンターかな ?TK インターかなと NumPy を入れています。Matplotlib で NumPy を使っていて、さっきのウィンドウを表示させるのに TK インター、Tkinter を使っています。で、これ何度か試した結果、これがないと動きませんよっていうのをこの抜いたかから表示してくれるので、それ通りのオプションを追加して、ここに記載しているというような形になっています。で、最後に、このままだと動かした瞬間に裏でコマンドプロンプトが勝手に立ち上がるので、Windows-disable-console という形で、抑制するコマンドプロンプトを抑制するオプションをつけてあげるというようなものになっています。で、これを実行するとエグゼが出来上がるというものになっています。で、この処理が結構時間がかかるので、完成までちょっと飛ばしたいと思います。こんな感じで成功したので実行してみましょう。はい。それではできたエグゼを実行していきたいと思います。で、ちょっと見ていただけると118メガになってて結構大きい。ファイルの容量が大きくなってしまうのが、ちょっとワンファイルにする欠点かなと思います。じゃあ実行してみましょう。はい。じゃあこんな感じで左上の方に画面が映ってると思うんですけど、ディスプレイボタンポチって押すと画像が表示されてっていうような、エグゼ化しただけなんで同じ挙動を示す、アプリケーションみたいなのができたというような状態になっています。はい。一つ注意点というかアドバイスというか、抜いたかでエグゼ化するときにこのオーダードセットっていうパッケージをインストールしておいてください。パフォーマンスが良くなりますよ、実行形式のファイルを作るのが早くなりますよみたいな注意書きが出るんで、これをインストールしておくことをお勧めします。確かにある時とない時とではだいぶ作る速度が上がったように感じました。いかがだったでしょうか。この抜いたかを使うと Python のスクリプトを実行形式のファイルに変換できるので配布が簡単になると思います。ちょっと作って誰かに配布したいっていう時は、特に相手が Windows 環境であれば、この抜いたか使ってみてはいかがでしょうかといったところで、本日は以上となります。ご清聴ありがとうございました。